Hi guys, my name is Moa. 皆さんこんにちは、モアです。今年もこの時期がやってきました。私、モア、引っ越しします。今年もこの時期がやってきましたっていうのはちょっと変かもしれないですね。毎年引っ越ししてるみたいな感じになるので、以前東京に住んでいた時も東京から引っ越しする際に、アパートメントツアーっていうのを取ったと思うんですが、今回も引っ越しすることになりましたので、僕がどういうアパートでどういうレイアウトで、生活をしていたのかっていうのをご紹介したいと思います。で、もう最初に言ってしまうと、以前東京で住んでいた時のルームツアーと、なんていうの、間取りとかもほぼほぼ一緒なんですよ。で、家具とか家電とか使ってるものもほぼほぼ一緒で、もう本当に同じようなレイアウトで生活をしていたんですけど、その時とはちょっと違ったものを使ってたりとか、また新しく使い始めてるものとかもあるので、おすすめのものとかも紹介しながらご紹介していきたいと思います。それでは、Let's get started! さあ、行くぞ！ではまず玄関から入っていきましょう。玄関はそんなにはスペースはないですね。で、こちらが靴箱になっております。結構靴は収納できます。下の段は棚を少し外して傘入れにしているっていう感じですね。これは最近買ったナイキの運動シューズです。僕ほぼ毎日朝ウォーキングするので30分から40分ぐらいウォーキングをするので、それをする時にはこれを必ず履いてます。これも最近買ったバンズのお気に入りのスニーカーです。で、フォーマルなファッションするときはこの靴を履いてます。これ最近ロフトで買った、折りたたみ傘なんですけど、すっごく丈夫でめちゃめちゃいいです。ちょっとブランドはどこかわからないですけど、この取っ手のところがこういうやつはこれめちゃめちゃいいです。で、玄関入って右側に、姿見があります。で、玄関を前にして左側、アパートから出るときに向かって左側に、姿見があると結構風水的にというかスピリチュアル的にいいらしいので、全身鏡を置く際は玄関入ったら右側、出る位置から見ると左側に全身鏡を置くといいらしいです。で、次はトイレです。トイレの上に小さな収納スペースがあって、で、僕が一番気に入ってるのはこれ。ちょっとした100均とかで透明のフックが売ってるので、これを買って、掃除の何これ棒を吊るしてます。普段はこの下の段にトイレットペーパーをもうぎっしり詰めてるんですけど、もう引っ越し前なのでありません。で、僕後から知ったんですけど、トイレにトイレットペーパーをめちゃめちゃいっぱい常備しない方がいいらしい。なんか多分知ってる人多いと思うんですけど、ヒカキンさんの家のトイレって便器の周りにめっちゃトイレットペーパーがブワーっていっぱい置かれてるじゃないですか。あれ本当はあかんらしいですなので僕もそれを知ってからトイレにトイレットペーパーをストックするのはあんまやめました。トイレって悪い気を流すって言われてるじゃないですか。なので結構悪い気が溜まりやすい場所らしいんですね。で、そういうところにトイレットペーパーをめちゃくちゃストックしてしまうと、そのトイレットペーパーが悪い気を吸ってしまうらしいんですよ。で、その悪い気を吸ったトイレットペーパーをまた使うと自分にまた悪い気が戻ってくるっていう風に言われてるらしくて、なのであまりトイレにトイレットペーパーを大量にストックするのは良くないらしいです。それでは部屋を見ていきましょう。入って右側に、バスルームがあるのでそちらをご紹介します。僕本当はもう三面鏡、鏡が3枚になってるやつが好きで、東京の時は2つあったので良かったんですけど、ここはちょっと1つしかなくて、2面鏡とか3面鏡になると中に収納できるスペースっていうのが結構あるじゃないですか。そういうのだと普段使ってるものが見えなかったりするので、僕はそっちの方が好きなんですけど、ここのアパートは見える形でございます。で、次はバスルームですね。バスルームも一般的なアパートと変わらないと思います。で、僕がかなり気に入って使ってるのがこれどこのブランドだったかな、概要欄の方にAmazon かなんかのリンク貼っときます。右の方のやつは歯磨き粉と歯ブラシ2本が付けれるようになってます。で、左の方は、シャンプー、コンディショナーだったり洗顔を置く場所になってます。これは、マグネットでくっつくようになってるので、大体のアパートに使えるんじゃないかなって思います。で、なんでこれをつけてるかというと、鏡の横とかに大体シャンプー
かボディーソープの置く場所がこうあるじゃないですか。デフォルトでついてると思うんですけど、それを僕汚すのがあんまり好きじゃなくて、だいたい最初の引っ越しの時に取ってしまうんですよね。汚れないように。そしたら、もしなんか引っ越しするってなった時に、もう綺麗なままこうはめるだけでいいじゃないですか。掃除しなくていいので。で、なかなかこう水垢とか何年もついてると、全然取れなかったりするんですよね。なので、キッチンのこういう換気口のゴミ受けっていうのかな。そういうのとかも、デフォルトのものは保管しといて、100均とかで買ったものを使うようにしてます。そうすると、もともとついていたものが、すごい綺麗な状態でお返しできるので、取り外しができて、これ汚れそうやなっていうものだけは、最初の引っ越しの日に取り外して、保管するようにしてます。これは東京に住んでる時から愛用している軽装マットですね。東京に住んでる時からといっても同じものは使ってないですよ。そんな何十年も使ってなくて、ここに引っ越してきた時に新しいものを買いました。これは本当に便利で、いつもニトリで買ってるんですけど、めちゃめちゃすぐ乾燥してくれるんですよ。乾いてくれるんですよ。なので、すごい重宝してます。それでは次はキッチンを見ていきましょう。で、もともとここに炊飯器とかケトルとか、食べ物とか保管しておくラックみたいなのが置いてあったんですけど、もう先日粗大ゴミに出してしまいました。なので冷蔵庫とゴミ箱しかございません。で、冷蔵庫には旅行した場所のマグネットを貼ってます。で、これも僕もスピリチュアルのことすごいなんか日々勉強してるというか、もう調べまくってるので、もうめっちゃなんかスピリチュアルな話ばっかりして申し訳ないんですけど、マグネットをこう冷蔵庫にこうペタペタ貼ってらっしゃる方多いと思うんですよ。で、僕も実際こう貼ってるんですけど、マグネット貼る場合はこう冷蔵庫の開けるところのドアに貼ってる方多いと思うんですけど、貼るのはこうドアじゃなくて側面にした方がいいらしいです。で、この理由はちょっと忘れました。今回のキッチンは東京に住んでいた時はこのシンクのところがこれの半分ぐらいしかなかったんですよ。で、今回すごくシンクの部分が広くなったのと、ガスコンロと、シンクの間にこう隙間があるので、そこにこういう風にタオルを引いて洗い物だったりとか、ここにまな板を引いて、料理ができるので、すごくこれ便利です。はい、それでは、リビングの方を見ていきましょう。これは誕生日にもらったヘッドホンです。これを毎日つけながら朝ウォーキング行っております。前の東京で住んでた時のこうルームツアーを、覚えてらっしゃる方はあれなんですけど、もう本当に配置から使ってるものから多分全く一緒だと思うんですよ。多分変わったのはカーペットだけ。最近愛用しているものなんですけど、やっぱりこう、仕事でこう PC を使うことが多いので、やっぱりマウスがいるなっていうことで最近買ったこのマウスなんですが、ロギっていうのかな。僕カフェとかでもこうマウスを持って行ってこうマウスを使いながら仕事だったり作業をしてるんですけど、やっぱりマウス使ってしまうとクリック音がどうしても気になるんですよ。周りの人とかもカフェとかで周りでマウス使ってパソコン触ってる方いるんですけど、もうかなりこうクリック音カチ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 っていうクリック音がすごく気になるんですよね。でこのマウスはこう全然クリック音がならないんですよ。こうあるんですけど、聞こえますか？聞こえなくないですか？全然聞こえたとしてもちょっとしか聞こえていないと思います。なのでこのマウスは全然クリック音が気にならないので、すごくこれ愛用してます。で、次愛用しているものがこのマウスパッド、レザーでできていて触り心地も良くて使いやすいです。結構僕読書するんですけど、電車に乗ってる時とか、飛行機乗ってる時とか、一人でカフェ行った時もかなり読書をするんですね。今読んでる本がこれ、福利で伸びる一つの習慣。皆さんのおすすめの本があれば教えてください。では、テレビ台の方に行って、で、下にはトレーニングのツールだったりとか、任天堂64です。コントローラー4つあるので、皆さん遊びに来てください。で、スーパーファミコンもあります。はい、次はベッドルームです。ベッドルームは3畳で真四角な形してるので、これダブルサイズのマットレス置いてるんですけど、もうちょっと余裕がありますね。で、ベッドルームの奥には、これウォークインクローゼットって言っていいのかな？ちょっと広めなクローゼットがあります。上にはちょっとごちゃごちゃしてますが、荷物も置いてます。もう引っ越し前なので。で、この横にも物を置くことができて、
こっちにはT シャツだったりとか、アンダーウェアとか下着、あとはスポーツする時の服を入れてます。で、最後、バルコニーなんですが、ここの部屋は3階建ての3階になるので、一番上になるんですけど、見ていただいて分かる通り、前に何か障害物があるっていうのがないんですよね。大きい建物が建ってたりとかしないので、かなり光もめっちゃ入ってくるし、ここでちょっと夜景を楽しみながら晩酌することもできます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今現在僕は千葉に住んでいて、最寄りの駅から10分から15分ぐらいのところにアパートがあります。ちょっと駅からアパートまで歩くんですけど、広さも問題なくて、リビングダイニングキッチン、この部屋が9畳あるし、ベッドルームも3畳あるし、バストイレ別だし、なんて言っても綺麗じゃないですか。築浅なんですよ。家賃が86,000円になります。なので、東京に住んでた時は、あのアパートで8万ちょっきりだったのかな。なので、6,000円ちょっとアップしたんですけど、このポテンシャルで86,000円ならいいかなっていうふうに思って、即決しました。ミニマリストまではいかないですけど、結構最小限というか自分がもう必ず使うものだけを、固定に置いて生活をしているので、もし皆さんが使っているもので便利なものがあればコメント欄で教えてください。で、また、この動画アップしてる時はもう引っ越し終わってると思うんですけど、また新しい生活が始まってると思いますので、こういうもの便利ですよ、こういう風にしたら使いやすいですよっていうようなことがあれば教えていただければと思います。で、引っ越し先はまたこの関東の中になるんですが、新しいアパートのルームツアーはまた引っ越しする時ということで、お楽しみにしていただければと思います。この動画内でおすすめさせていただいたものは概要欄の方に貼っておくので、もし興味があればそちらから見てみてください。では、if you like this video, don't forget to like, subscribe and comment down below. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys next time. Bye bye!